こんにちは。今回はオフショアというアジアの音楽について書いた雑誌を出版された山本かな子さんにお話を聞きます。すごく専門的な内容で本格的な文芸誌という感じです。ぜひ読んでみてください。今日は山本かな子さんに話をお聞きしたいと思います。もともとアジア全体、その日本以外のアジアを日本の人たちが全然あんまり知らないなと思っていて、で、私もそうだったので、日本以外のアジアのそういう音楽を調べていく中で、特にやっぱり中国って、しかもその中国大陸になると、より日本に情報が入ってこないけれど、やっぱり人はたくさんいるし、そっちはそっちで独自の SNS とかネットワークがあって、で、日本の音楽家とかも行き来をして、コロナ前までは行き来をしてたので、日本の音楽家から影響を受けてるアーティストとかもいるし、日本と同じように西洋から影響を受けてるアーティストもいるし、なんか、よりこう、調べがいがあるなというか、私たちが音楽っていう時って基本的に洋楽が発展したものを結構ポップミュージックみたいなので思い浮かべると思うんですけど、もちろん中国の若い人たちも音楽って言った時に、ポップミュージックって言った時にもちろんそのアジアの伝統音楽ではないので、アメリカとかイギリスとかで発展したような音楽が向こうにも入ってるんですけど、その入り方が全然違うんですよね。日本と中国と。時期も違うし。日本は戦後にポップミュージックが直接欧米から輸入されてきてるんですけど、中国はちょっと段階を踏んでいて、文化大革命とかがあったので、その海外のものが入ってこない時期っていうのがあって、解放されてから1980年ぐらいから徐々に政府に許された音楽だけ入ってきてるんですよね。その当時で私たちが使ってたメディアも違っていて、レコードだったりカセットテープが主流の時代で、カセットテープがやっぱり廉価で安いので、私たちもカセットテープを買ってた時期があったと思うんですけど、日本でも。そういうカセットテープで、欧米から直接入ってこなかったんだけど、ゴミとして一回入ってくるんですよ、中国に。カセットテープってプラスチックなんで、リサイクル用のプラゴミとして、中国にはその80年代の後半ぐらいから入ってくるんですよね。だから、海賊版になっちゃダメなので、どっかがカットされてたりするんですよ。再生できないように、どっかにこうペンチみたいなので穴が開いてるんですけど、でもそんな程度じゃ聞けるんですよ。聞けるんだ。そのゴミを買い取って、それを売りさばくバイヤーとかが現れて、ゴミとして入ってきたものがなんか海賊版みたいな出回り方をするっていう歴史とかも面白くて、その音楽を聴くことに対するパワーがそもそも違うなと思って。80年代、90年代前半の中国の人たちの音楽の聴き方が面白いから、40代、50代ぐらいで音楽やってる人たちの表現っていうのは結構考えさせられるものがあるというか。どんな音楽が好きなんですか？特に。私ですか？で、ノイズっていう、そのうるさいノイズっていうよりかは、なんかカサ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 ってなってるとか、プーってなってるとか、なんかそういう、いわゆる一般的なそのリズム、メロディー、フレーズとかで構成されてない音楽っていう。例えばなんか名前で言うとどういう人が好きですか？中国はでもそのヤンジュンはずっと尊敬してるアーティストですね。彼はちょっとその詩とかも作ってるし、で、ライターもやってるし、よりアーティストっぽいというか、アーティストなんだけど、ちょっとトンチみたいなところもあって、そのライブをよくしてるんですけど、音の。その人が気持ちいいと思うなんかノイズとか音をガーって鳴らすだけの人もいるとは思うんですけど、そういうのじゃなくて、なんかちょっと
コンセプチュアルとも言えるのかもしれない。背景とかがあって、それを音に起こしてるみたいなイメージですかね。ノイズガーって鳴らして、それで10分で毎回ライブ終わって帰っていくみたいな対照的なアーティストも中国にいてて、それトーチャリングナースっていう、今は一人なんですけど、昔はバンドみたいな形式でやってたんですけど、あとはなんかちょっと珍しいのは、きっちりギターで、そういう即興ノイズみたいなのをやるアーティストもいますね。リー・ジェンフォンって言うんですけど。リー・ジェンフォン。リー・ジェンフォンですね。彼彼は写真家でもあって、彼も昔ロックバンドとかをやってて、今は一人で、静かなギターのそういうノイズから、大きい音のギターノイズとかまで。基本はギターを使うっていうことやってますね。今はもうウェブをやめて、紙の本で出してるんですけど。それはなんでですか？の方が読めるからですね。で、ウェブってなんか無料で今まで全部見せてきてたんですけど、紙の本の方がきちんと買ってもらえるんで、なんかそういう早い、ファストな情報だけじゃなくて、もっときちんとその理解するような記事をそこで掲載してっていう。で、私以外の人も入れて、それを編集して、文芸誌みたいな形で雑誌として出してるのがこの間の8月からなんですけど。なんていう名前ですか？オフショアです、そのままです。そっか、オフショア。オンラインで注文できるんですね。オンラインもありますし、あと結構いろんな書店にあります。独立系書店、ちっちゃい書店にはたくさん全国置いてもらっているので、でも1000部とかしか作ってないんで、それでも。これからどんな目標なんですか？でもそれを定期的じゃなくていいんですけど、年間に最低2冊か3冊ぐらいは出していって、で、あわよくばなんかその間とかに、しっかりした、単行本とか、別に私が書くんじゃなくて、誰か書いてもらいたい人がいたら見つけて、なんかきちんと。中国音楽情報みたいな本みたいな。いや、もう内容は別に中国音楽に限らなくていいと思ってるんで、でも基本はなんとなくアジアに繋がってればいいなとは思ってるんですけど、テーマが出版っぽいことをやっていけたらなと。独立出版みたいなこと。オフショアとかもなんか何番部みたいな目標あるんですか？それはないですね。でも、そのコンスタントに続けていくことをまず考えようかなと。もう内容重視ってことですね。内容と、あまりにニッチになって買ってくれる人がいないっていうようなことをしない。ある程度ちゃんとその採算に乗せるというか。ありがとうございました。ありがとうございました。初めてここを見つけていただいてありがとうございます。こちらこそ。はい、ありがとうございます。これどんな感じですか？喋りにくいですか？これ着て。いや、私は、ゆずるさんとはそんな初対面ではないから、別に喋りにくいことはないですね。むしろ、面と向かってタイツじゃない方が、なんか、もしかしたら喋りづらいかもしれないですね。だから電話で喋ってる感覚かもしれないです、これ。音声だけで。表情があんまり見えないから。それ逆に喋れる感じ？逆にこういう撮られてるっていう状況も加味するとなんか喋りやすい気がしました。